はい、こんにちは。そろばん情報局の夏美です。今回のテーマはこちら。そろばんは何歳から始めるといいのか、小さいうちから始めればいいのか、中学生や大人になってから習い始めるのは遅いのか、など、年齢については質問をいただく機会がとても多いです。今回はそんな疑問にお答えしながら、年齢別の特徴や効果的な始め方、そしてよくある失敗を防ぐコツまで解説をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。ではまず結論からお伝えをしていきますね。一般的にはそろばんを習い始める時期として一番いいと言われているのが5歳から7歳頃です。4歳から小学校低学年頃までに習う一番のメリットは、筆算や他の計算方法をほとんど知らずマスターをしていないので、計算はそろばんでするものとそろばんが定着しやすいことです。では4歳から小学校低学年までの特徴や導入方法を年齢別に見ていきましょう。まず4歳の特徴は、数字に興味を持ち始める子どもが多く、早いスタートが可能な時期です。ただし集中力が短く続かない場合が多いので、遊び感覚や短時間での導入がポイントです。私の子供は4歳からそろばんを始めて、1回10分から15分程度の学習をしていました。次に5歳から6歳頃、ルールや手順を理解することができて、そろばんの基礎を学ぶには最適な年齢です。この時期にスタートをすると、数や形の理解と同時に指先の使い方もスムーズに覚えることができます。また、保育園や幼稚園で座って先生のお話を聞く機会も増えるので、遊ぶ時間と集中する時間のメリハリがわかる子どもも増えてきます。次に小学校1年生から3年生頃、算数の授業で計算や筆算などを学んでいるため、学校の勉強とそろばんがリンクしやすく、習得が早いのが特徴です。足し算、引き算などのルールも理解していますし、10が1つの場合は1が10個というような数の概念も身についています。また、学校で習う筆算とそろばんの両方を学ぶことで、計算への理解がより深まります。ここまで年齢別にそろばんを始める時のメリットと特徴をお話ししてきましたが、実は年齢よりももっと大事なことがあるんです。それは始める準備ができているかどうかです。では始めるタイミングのサインを一つずつ見ていきましょう。まず一つ目、数字に興味を持っている。二つ目、お箸や鉛筆を持つことができる。三つ目、3分から5分くらい集中して机に向かうことができる。4つ目、新しいことにチャレンジをしようという意欲がある。このようなサインが見えたら、何歳でも今がベストな始め時です。では次に効果的なスタートの仕方をご紹介します。最初は1日10分、週2回から3回と短い時間でスタートしていきましょう。数を読む、玉を置くなど操作感覚に慣れることを最優先にしていきます。無理に進まずにできたを大事にすることで自己肯定感をアップしていきましょう。ご家庭でも声かけや励ましがあることでお子様も継続しやすくなります。そしてここでよくある疑問がこれです。うちの子供は中学生、さすがにもう遅いのでは？私は大人だけど今から始めても意味ある？結論から言うと全然遅くはありません。むしろ大人の方が理解が早いケースがほとんどです。実際に私が今教えている受講生を例にすると、小学校低学年以下では週1回の授業で初級を卒業するまでに平均1年はかかっています。ですが、小学校高学年以上の受講生では週1回の授業で早くて1ヶ月、遅くても半年以内には初級を卒業しています。それでは小学校高学年以上から始めるメリットを見ていきましょう。まず一つ目、数の概念がしっかり身についている。二つ目、
10の歩数、5の歩数といったそろばん独特の考え方を理解することができる。3つ目、目的意識がはっきりしているので習得スピードが速い。4つ目、大人にとって脳トレや集中力アップの手段としても効果的。そろばんの学習では瞬時に計算する力やイメージで暗算をする力が必要になりますが、社会人になってからでもそうしたスキルを自分のために習得したいというモチベーションがある方は驚くほど上達をしていきます。親の意思で習うよりも本人が習いたい、挑戦したいという気持ちが一番上達や習得につながるからです。ただし、大人の場合は特に完璧主義になりがちなので、最初はできないことがあって当然と思って楽しむことを大事にしてくださいね。小学校高学年以上から習い始める場合で、一番気をつけてほしいことが基礎の習得に手を抜かないことです。そろばんは 1+1 の計算方法から覚えます。ですが皆さん、1+1 は2ってそろばんを使わなくてもわかりますよね。この時に答えは2ってわかるからそろばんのやり方は覚えずに飛ばしていいかってなってしまったり、筆算を使ってしまったり、答えは2だからそろばんも2にすればいいやと頭で出した答えにそろばんを合わせてしまうと上達しません。そろばんは初級の内容を1級や上級者になってからもずっと使い続けます。最初の簡単な問題の時は筆算や暗算で答えが出るのでそこまで影響を感じないかもしれませんが、 5981+7421+3056 など暗算や筆算で自分が解けない問題になった時に解き方がわからずに困ってしまいます。どれだけ簡単な問題でもそろばんでのやり方を素直に吸収することを大切にしてください。次によくある失敗と注意点について。最初から難しいことを教えて子供が嫌いになってしまう。長時間やらせて集中力が切れてしまう。他の子と比較してしまい子供がやる気をなくしてしまう。間違えないことにこだわりすぎている。そろばんを習う上で大切なのはできた、楽しい、続けたい。この3つの気持ちを育てることです。これは大人にも子供にも共通していることです。一人一人理解する力も集中できる時間も指を動かすスピードにも個性があります。今までの自分と比べて正解が増えたか、間違えていた問題ができるようになったか、少しでも早くなったかなど、自分が今までと比べてできたことにご家庭でも目を向けてあげてください。私の子供は今5歳ですが、今でも一人でやらせると嫌がって集中も続きません。ですが、私が段位の問題を、子供は今習得中の問題を、どちらが早く解けるか競争をすると、30分から40分ほど集中して練習をしてくれるようになりました。今ではそろばんで早く競争しようと自分から練習をするようになっています。このように年齢や性格に合わせて練習内容にゲーム要素など楽しめる内容を取り入れてもいいかと思います。では最後にまとめです。そろばんは5歳から7歳から始めるのがベストですが、年齢よりも本人のやる気と準備が一番大事。中学生や大人からでも遅くはありません。むしろ理解力や目的意識がある分、習得が早いことがほとんどです。最初は無理なく楽しく短時間からスタートしましょう。小さなできたを積み重ねることで自然とスピードも精度も上がっていきます。東谷珠算塾では最年少は3歳のお子様、そして最年長は50代後半の大人の方が在籍しています。子供から大人まで初めての方でも楽しく続けられるように指導をしています。試してみたい、自分でもできるかなと思ったら、ぜひ気軽にお問い合わせをしてみてください。オンラインで受講ができますので、気になる方は概要欄から詳細をチェックしてくださいね。この動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価をお願いします。次回の動画は珠算式暗算の練習方法についてを解説していきます。チャンネル登録をして次回の動画も見逃さないようにチェックをしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。